今日はスペシャルゲストをお迎えして動画を撮ってるわけなんですけど、はい、まず自己紹介から。モデルをしてます島原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。健太くんですね。健太です。ちょこちょこミンミンのブログとかでもちょこちょこ出てる某 K 君。そう K 君としてはK 君多分モデルじゃねえブログでそうですね。何度か。まあいつもブルーラグメンバーは俺大地さんだけじゃなくて幡ヶ谷メンバー、はい、特にもうほぼほぼみんなライド行ってるぐらい。海星とか、最近デジさんもね。デジさんもダンカンさんも一緒に行かせてもらって、ダンカンさん三島にね、はい、ラーメン食べに。まあ普段から遊んでる健太くんなんで、ちょっと彼のまあすごいなんか面白い経歴だなって思ったんで、ちょっと彼にフォーカスして、まあ、バイクピープルっていう形でちょっと今日はいろいろお話をお伺いしていけたらと思ってます。よろしくお願いします。まずちょっと職業なんですけど、はい、モデル。まあそうですね、モデルを一応本業として。一回立ってもらっていいですか？立つ。俺も別にそんな低くはないから一応79やからな。圧倒的にでかいですね。そう。まあ187センチの長身スーパーモデル。87ね。スーパーモデルさんで、年はちなみに俺と一緒で28の代。28の代ですね。まあ正直、まあ俺らもこんな近い距離で話すモデルさん、モデルが仕事ですって俺初めてだったんで、どういう仕事してるのかが、まあ、あんまり分かんないんだけど、なんかどういうライフスタイルで。ライフスタイル、まあ結構不定期で仕事はしてて、でまあ場所も違うし、媒体はまあ雑誌、あとまあブランドのルックブックっていう、まあ秋冬春夏で出すルックブックの撮影とか、まあ広告もやるんですけど、主にそんな感じですね。モデルってまあそれ。ランウェイとかは違う。ショーもやりますね。ショーモデル人なんだ。そうなん？そういや見てくださいよ。そうなの？最近は減ったっすね。20歳の時とかは結構出てましたね。もともとあれか、大学の時に始めたんだよね。それは聞いてるわ。大学2年の冬かなに始めて、まあメンズノンとかも若い時は出てました、ね。マジ？結構出てた、メンノンは。まあビームスとかもやってたし、割と幅広くやってはいましたね。モデル一本で生活してるって感じですか？そうですね、今は。売れっ子ってことだよね、それは。まあすごいよな。でも普通に。だってモデルで一本で仕事をして飯食うって結構難しいらしいっすよ。だって知らんけど。まあでも、いやでもそのイメージよな。俺もほんま分からんけど、俺は自転車屋さん一本だから。自転車屋さん、まあかっこいいっすけど。自転車屋さん一本。そういう仕事してたけど、そういうところに自転車を絡めた仕事がだんだんこう増えてきたっていうのが今増えてきたし、なんか増やしていきたい。せっかくだからね、そこは全力で協力させていただきます。いやマジでお願いします。本当に心強いです。ちなみにだけど、その自転車を使ってで最近お仕事してたのとか、それこそこれとかも納車されて次の日てか、それに合わせて俺頑張って納車したんだよ。そう、それももうありがとうございますって感じでなんかタイヤも変えてくれたりとか、そう自転車ありきの仕事が入ってくるんだけど、クラストを使いたいってなってて、どうせだったら自分のバイク入れたいけど、まあ間に合わないの分かってるからリースで借りに行くわって言ってたのを組んだんだよね。もう用意されてあったんだけど、バイクが。そうどうせやったらっていうのか。もしかしたら間に合うかもしれないってことでね、頑張ってもらって。一緒に出ていただいて俺も嬉しいし、あれは結構思い出になってる。なんか最近はこっちもね、ノースフェイスのやつでやっとね、バイシクルクラブで1回出させてもらったんだけど、結構かっこいい夜の感じ。じゃあ自転車は今4台。これが最初皮切りにトラックバイク2台組んで、こいつになったんですね。じゃあまず最初に自転車に興味持ったきっかけ？きっかけは実家にずっといて、東京なんだけど実家が、でとあるタイミングで
一人暮らし始めるってなって、はい、よりこう都心に近づいた家がで節約したいなみたいな感じで、まず実家からママチャリを持ってきて、ママチャリをずっと乗ってたんですよこれマジでそれがもうある日壊れて思いっきり踏み込んだ時にガッシャンいって、でそれも直そうと思ったんだけど1万円ぐらいかかるって言われて、じゃあちょっといいやつ買おうかなみたいな。まあ、とはいえそのいいやつとか言っても多分クロスバイクのなんか10万円ぐらいのやつをまず買って、で乗ってて、まあでも普通になんか黒森でサイズも合ってなかったんだけどなんか見た目はいい感じみたいなやつでとりあえず乗っててみたいな。そうでなんかカスタムできるっぽいなみたいな感じのことをなんかネットで調べたかなんかで知って、でそれで最終ここに行き着いて、でなんか海星に話しかけられたの。なんかちっちゃいっすねみたいなサイズが乗ってきたクロスバイクのそうサイズがちっちゃいっすみたいな。でまあそれも俺もだんだん調べていくうちに分かってたから、サイズちっちゃいのはだからまあいつかは買えないとなみたいな思ってて、でまあちょうどクロスチェックが廃盤になるのが決まってた時期だったから、それでまあ乗せ替えもできるし、そのクロスバイクのパーツ使えるし、なんかペイントもして、なんか当時はシルバーパーツめっちゃ好きだったからそういう感じで組めるよみたいな話をして、でまあもうその日かその次のお店来た時ぐらいにもう決めましたね。すっげえこだわってパーツ決めをしてた覚えがあって、まあ、色だね特に。これ最終どうやって決めたの？これはなんだっけな、まあ、確かピンタレストのかっこいいチャリの色見て確か決めたんですよね。まあ、でも自分で買ってきた、ね、めちゃくちゃサドルバッグ自分で買ってきたんだよね。これは京都で仕事に行った時にそうこれをつけたいんだっつってグランボアのやつ買ってきたんです。グランボアで見てこれすげえこだわりがあるんだなっていうのをそこですごい認識した。あとなんかラック絶対つけたくてそこも軸に考えてたかなっていう。まあでもそうだ、ホイールとかがクロスバイクから乗せ替えてて、サドルもかな一応。サドルもそう、ね、グリップとかもそうか。だからただこのステムとかシートポストとかね、リベンデルデザイン買ってはいるけど、いやなんかこれデザイン気に入ってっていう話とかが聞こえてきて、なんか同じ年ぐらいで急になんか自転車好きになったっていう割に、めちゃくちゃこだわるじゃんってこだわりは強いから、そう聞きながらまあそうなんだけど、それでまあクロスチェックを乗って、でじゃあどういう心境の変化があってそのトラックバイク買うって至ったのか。まあなんかそうだ、まあ、走るのがそもそも好きだから、これでまあ横浜とかぐらいまでは全然行っちゃってて、ただなんかこうもうちょい軽い自転車っていうか、レーシーな自転車乗ってみたいなみたいな欲が出てきて、でもう真逆のアルミのトラック行っちゃおうかなみたいな。中古で探して、まあ、サイズもなかなか出てこないから、完成車で買ったんだけど本当に全部変えた、パーツは。そうなん？そう完成車で買ったんだ。フリーギアでドロップでみたいな、なんかよくわかんない感じだったから、そっからっすね。なんか多分早い方向にすごい興味、この時はマジでそんな感じ本当になかったじゃん。まあでも結構速く走るのは好きだったんだけど、そもそもやっぱこれだと限界があるというか。で俺のイメージは速いもそうなんだけど、もうスーパーロング、そうなんか距離が半端ない乗りたい人じゃん。なんか走りに行ってるストーリーかなんか見た時に、えらいところまで行ってるなみたいな、短いスパンで何回か続いて、そうですね、めっちゃ行ってるやん。1年前ぐらいだと思うかな、今から。それでうわめっちゃ走る人やみたいな。そのアルミのバイクで、日光行ってて、ライザーバーの固定ギアで往復だから300キロ以上多分日光行って帰ってきたらあるはずで、しかも宇都宮あたりからめちゃくちゃ登って2個の東照宮まで行ってたでしょ。で健太君のすごいとこは止まったりとか休んだりもほぼせずそのままピストンで帰ってくるっていうソリッドだな。そうね、こんなライドあるんだみたいな。
マジで丸1日とかかけてはいはいはい、その別に何がしたいのかも分かんないんだけど自分でもただ乗ってたいみたいな、乗ってんのが好きみたいなそういうその長距離乗るのがすげえ好きな人なんだなっていうのが、まあ多分自分もだと思うし、はい、なんか俺らもなんとなくこう分かってきたのが、多分そこだよね、まあ、なんかみんなそうだと思ってたんだけど俺はそんなことない違ったっぽいなみたいなのも分かってで、競輪のフレームそうあれはまあ遠くへ行きたいとかはなくて、単純に憧れ、なんか見た目綺麗でもうファッションとして買ったかなみたいな、まあ、それはそれで乗るの多分都心で乗るの楽しいみたいな感じで乗ってて、まあ乗り分けてって固定乗り始めた時にはもう次絶対にボンボラエンビ欲しいみたいな話をもうずっとしてて、そうだね憧れなんだよねっていうのはもうずっと俺聞いてた。そう見た目も好きだし、そのチネリマッシュでできないことが多分全部詰まってるチャリだなっていうふうに思ってたんで、マッシュはやっぱ固定でシングルだから山越えれないんですよねなかなかまあ越えようと思えばいけるんだけど、100キロ走った後に越えてでまた100キロ走るみたいなのはちょっとさすがに現実的ではないと、でまあバッグもやっぱ固定ギアだからつけたくなかった、バイクバッグはあんまりつけたくないなみたいな感じで、もう全部リュック背負ってボトル3本とバナナそうだリュックだったわあの時そうもう全部詰めてでもうチャリについてるライトだけみたいなそんな感じで300キロとか走ったから、いやーと思って、なんかバイクバッグも似合うしダイナモもつくし割と太いタイヤ履かせて、それが俺結構ね多分、ロードバイクじゃなくてこれってなったのは、まあロードっぽく乗るのがメインになるっていうのは知ってたんだけど、ある程度やっぱ太いタイヤであるからこそその、クッション性があるから、長い距離乗るのが苦じゃないっていうのをずっとそうだね言ってて、400キロ以上行くなら 38C いいっすよ。400キロ以上行くなら、38C 以上にするよ。200ぐらいだったら28C とかがいいと思うんですけど、200ぐらいやったらな 28C でいいと思ってる俺もそうだからまあなんかそんなにこう軽さを意識しなくていいっていうのも逆に良くて、なんか結局やっぱカーボンのロードバイクとかだとねつけるの嫌じゃないですか、バッグとか、そこもなんかまあおしゃれで気にならないっていうか、むしろつけたらかっこいいってなるのがいいっていうのは言ってたよね。もう見た目大事ですからね。ここのつけ方とかも、ね、そうこれもやっぱここに最初つけてたけど重さを分散させたいっていうので、まあ、あとかっこいいしここついてたら。じゃあなんでまあグラベルバイクっていうジャンルの中で、クラストに行ったのかとか、まあ、このボンボラに行ったのかとか、まあ、色が単純に好きだっていうところ見た目の話になっちゃうんだけど、色とまずやっぱ塩ビフォークが入ってるっていうのは個人的にでかい。マッシュで塩ビ使ってそれの経験がすごく良かったから、やっぱり塩ビの憧れもあって、でまあクラストもやっぱ映像かっこいいしそういうのももちろんあるんだけど、まあ、自分の乗り方だったら、まあ、一番いいんだろうなっていうのなんか肌感で感じて、まあ、これ以外なかったかなね、なんかもう最初聞いてグラベルバイクが欲しいっていうよりかは、ボンボラに乗りたいみたいな感じだったんで、そう本当そうで俺が聞いた時の、まあ、理由もう一個あって、普通にめちゃくちゃフレームの色とか、あとデザインが超気に入ってた。なんか街に流してもかっこいいし、なんか普通に私服で着てもかっこいいし、なんだろうパリッと乗りに行く時でも様になるっていうの結構でかくて、本当にオールジャンルじゃんみたいな。そうなんか乗り方もそうだし見た目の話も全部カバーできるじゃんみたいな。で実際今乗っててそう思いますし、お気に入りポイントみたいなのはめっちゃある。長くなるんですけどいいですか？まあまずやっぱこの色に対してやっぱ黒がなんかメリハリがあっていいなと思って、
でまあ基本黒で組みたかったんだけど、それだけだとちょっと味気ない。味気ないから、ここですよね。だからはいはいあとこのライトねはいはい。そこでこう色をさして、そうそう、それ多分ミンミンが持ってきてくれたやつだけど、もうこのフレームのためにあるようなたまたまに浮かぶな、この組み合わせが。これがまあ一つポイントで、このサドルのここもね、ちょうどキングとブルックスのコラボがちょうどサドル悩んでる時に入荷してきてて、めっちゃいいなと思って、あとやっぱコックピットエンビーで固めてるところ、あとはまあそうだね、でもあれだよね、納車してからもこの辺は一番いじってる。まあそうハンドルとステム丸々変わってるっていう、そう高さも、まあそうやな、乗りながら変えてった。まあハンドルすぐ変えたっすね、でも割と、ね、ボンボラ納車してから、今まで本当はやりたかったライドをやっとやれるってなって、もうマジでお店もう信じられないぐらい来てたし、来たね、もう信じられないぐらいテンション高くてマジで毎回そうで、しかもちゃんと毎回何回やってたよ、お店パーツ決めももう超楽しいし、そう、あとまあお気に入りはやっぱこのスラムのフォースに対してクランクだけホワイトっていうのがで、ビンディングみたいな、なんかちょっとナーブス2019でブラックキャットとかレトロテックとかがなんかレッドの無線使ってんだけどクランクだけホワイトみたいなのが結構小バイクで出てて、それめっちゃかっこいいなと思ってたから、なんかその感じなんかできて、そこは気に入ってるっすね。ね、なんか写真を見せてもらって、こういうイメージで組みたいんだっていうの中に今のバイクとかは入ってたよね。そうそう、なんかチタンシートポストだけチタンとか、そうだからやっとこれを手に入れて、より今までできなかったけどやりたかったことができるってなって、実際もう納車してからもめちゃくちゃ走ってるじゃん。そうね、走りながらこの辺いじってるじゃん。そもそも健太君のライドってどういう風なスタイルで行くの？いやまず基本やっぱ夜がテンション高いからなんかやっぱ朝起きてこう眠い中で行くっていう感じじゃないんだよね。なんか、夜出ちゃって深夜出発、それがまあ基本だったらもう一日中走ってられるっていう感じ。それが俺いまだによく分かってないんだけど、なんか多分夜10時とかに出て次の日の夜まで走ってるじゃん。そうだね。そう一日出ちゃえば別にいいんだよ、寝なくても。だから多分ダイナモは絶対に欲しかった。そうだ、夜出るからいきなりライト使うから、でそこを充電気にすんのは結構めんどくさくて、そうね、リアもね近々つけましょうけど、これはもうパーツ決めの時に絶対これは必要なんだって言ってて、ですごい本当に必要な人につけられて俺も嬉しいんだけど、その日光に行った時になんか途中で充電が切れたりとか、やばくて、これ納車する前の日光ライドの時に、そうでも寒いしマジで地獄みたいなそう電池もねやっぱ早いんですよ、冬だと。だからもうなんならボンボラの前にダイナモっていうのがキーワードとしてあったっすね。これはもうフレーム選びの前から絶対にそこにボンボラ当てはめたみたいな感じ、これはだからもう絶対に必要だし、もうこの明るさが絶対いいし、そうなんですよ。しかもそこ大事、1日以上走っちゃうから充電もできるようにってことで、サインウェーブがいいって間違いなかったっすね。これは一番気に入ってるかもしれないです。それはダイナモマジでいい本当にいい。それは嬉しい。これは本当にやる価値あるですね。高いけどね。じゃあこれ手に入れて、だからだんだん多分段階踏んで距離と獲得標高が高くなってってる。そうだね。なんか上りも増えてってるね。最近だと結構震えたやつあったっすよね。渋峠。あれはそうだね。真夏で。何キロ走ったの？400ぐらいで3300アップみたいな。何時出発で何時？夕方の6時で家出て次の日の9時とか。あれ往復したんだっけ？往復したっす。臨港で帰ってきてないんか。あれは往復っす。彼すごいのが真夏だったし、しかも輪行バッグ持ってかないんで絶対、もうその決めたら。頑固やわ。いや輪行バッグはね持ってっちゃダメなんですよ。あれは甘えてしまうから。甘えちゃうから。
トリックやな。そうだからもうタイヤも予備持ってってタイヤでこう釘刺さったら走り切る前提なんやな。変えるじゃなくて。そうだからでも人と行く時は持ってきますけど、うん、リンコバッグもう迷惑かかっちゃうしね。一人で行く時はもう全部自分でなんとかして帰ってきたいっていう謎のねこだわりがあるんで。だから最近だとあとは海星さんブログにも書いてたけど名古屋にもね。そうだね、あれは楽しかったあれ結局時間で言ったらどれぐらい？23時間ぐらいですかね。結構ダラダラやってましたけどなんだかんだ23時間やっつけた今月またね。そうだね、今月なんか噂によると大阪に行くみたいな、超楽しみ。初めての距離か。そうですね、550キロとか550は今までないから東京大阪は、超楽しみですね。海星と2人でジャージも買ってよりこうサイクリストバイブスとかね、そう健太君ジャージ着て基本やっぱ100キロ以上を超えるライドっていうの、乗るのが普通のイメージっていうかそういう乗り方やけどジャージじゃなくてほんま短パン小僧シュプリームのワークのハーフパンツですね。それで行ってきたんです。そう渋峠もそれはいつももうケツ痛えっつってそら痛いって言いながらほんま最近よなジャージはほんと最近ここ1ヶ月とかでもケツはマジで痛くならないんですよ。これがねいいんですよサドルがそう合ってんの。重いけどめっちゃいいです。だからツーリングバイクはこれ絶対つけてる間違いないですよ。穴あきの穴あきの C15 かな。 C15 です。一番最初納車した時はビンディングじゃなかったんで。あ、そうだね、フラペだったね。そうで普段も乗りたいからフラットペダルでとりあえずかっこよく乗りたいんだって話をしてたんだけど、だんだんそのダンカンさんとか大地さんとかと、ライド行くって話になったりとか、実際にその行ったりした中で多分ちょっとずつこう思考変わってきたんだろうなっていうのは、まあそうだね、必要性に気がついたみたいな感じよな。あとツール・ド・フランスとかももう見るからやっぱあれ系の感じもかっこいいなみたいになってきて、ジャージも俺も絶対嫌だって思ってたの、1年前は。俺もでもマジでさだけどなんかツールとか見てめっちゃかっこいい走り方してる外人とか見てるとやっぱね、実際着たらめっちゃいいよな、ジャージって見た目ないですからね、見た目でなんかなっていうのがやっぱ大半やと思うけど、ジャージのほんまにそうよ初めてリーディングシューズ履いた時と同じぐらいの感動。いやそうっす、もっともちろんあるもっとっすね、もっとなんだ。抵抗がマジ感じないからそうめっちゃあれはいい。まあなんかだんだんだからスポーティーに、そうなんかスポーツとしてチャリを自転車を見るようになってってる、最近。健太君はもう思考がどんどん変わりながらそれをちゃんと自分のバイクで確かめて、もう一回またカスタムしに行った、ステムとかも長さ3個エンビー持ってる。そうだね、全部試したいっていうで高さもめちゃくちゃいろいろやって、本当は最初もっと積んであったんだけど、最後この前っすよね、そうだね、本当この前もうこれはビタでいけるわってなったからやっとポジション出たって言って、なんかそういうなんつうんだろう、こう探求心とそれをこう実際に行動に移す能力が高い人なんだなと思って、もうシンプルに尊敬。いやでも乗ってたらやりたくなるはずですけどね。なんかといって別にあれやもんな、もうロングライドだけじゃないもんな。この前とかも謎に都内散策じゃないけど、二吾君とそう夜全然だからスポーツだけじゃなくていろんな楽しみ方したいっていうのはあるから、こいつも重要なんですよねおしゃれも好きなんで。クロスチェックもでも結構乗ってて、お店来るとき普通にこっちで来るとき今でも全然あるし、でそういうときはこういう格好してるイメージ。こういう格好の時今持ってるチャリで多分フラペってこれだけなんですよ。そうだから服も好きだから超おしゃれしたいときはもう絶対これだし、まあ実は一番乗る機会は一番多いですね。なんか何も考えずに乗れるからラックもついてるし、てかこの前来た時に、なんかもう信じられないぐらいおしゃれな格好してたマジで
幡ヶ谷のピットのドアランウェイみたいなほんまにそこ通っていってそのままレジまで行っておい見たかピットがざわついてケンタがすごいんすよね。なんかもう、まあ、こういうブーツ履いて、はいまあ、まずスラックス履いて自転車乗ってる人あんま見たことないし、そうだね。そうでコートとかも着てニットとか着て、そういうのやっちゃいますね明らかに絶対これハイブランドなものだって俺もまあまあ服好きな方だから、いやわかるわかる。そういう話するのもね楽しいけど、そうなんかそういう時はこっちでいつも着てる。そうもう本当にだからこのチャリ絶対なくちゃダメだね。本当にだからそのスポーツと日常をこう区別できるっていうのはめちゃくちゃこの2台本当に素晴らしいよ素晴らしいな素晴らしいですと思いますね。でまあそこに固定ギアが遊びバイクとしてあって NJS はかっこいいし、そういやまあまだまだ両立してるもんな足普通に。まあ徐々に増やしていきたいですね。なんかいろんな遊びをいろんな自転車で体現しているのがいいですね。俺だって普通に海星と3人でさこの前行きまし行ったた海、はい。あれ普通におもろかったもんな。あれ面白かった。あんなのでもう全然楽しいそうああいうから。のでマジで全然楽しめるもんああ言ってたっすね。普通の格好して、はい。でまあその時ボンボレやったけど、ん俺もエンビーのフレームで行ってそうなんだ。そうそうそう結局みんないつも通りなんだけど服だけ違うみたいな。そうそれでそうなんか謎にラグな海の方格好して走ってますよね。なんかああいうのも楽しみたいしみたいな。結局こういうのもいいよなってなるこういうのもいいよなっていう会話をなんか砂浜にでっかい木が流れ着いてそこに3人で座って何して海ん見ながら俺こういうのでええと思うねんなってそうそうもういろんな楽しみ方があるから本当うん自由でいいなっていう感じ。本当に楽しい。